では皆さんこんにちは。ようこそ西田川聖書バプテスト教会へおいでくださいまして心から感謝いたします。本日は2022年クリエーションカレッジと称し、創造の御業の素晴らしさを学ぶ機会をこのようにして設けられましたことを本当に感謝いたします。特に今回はイギリスよりアンディ・マッキントッシュ先生をお迎えしてこのような機会を設けることができました。主に感謝いたします。でははじめに、当教会篠宮玲子姉妹に、祈りを捧げていただきます。お祈りします。天と地を作られた創造主のお名前を心から賛美申し上げます。今日、主なる神様がこの素晴らしい天候を備えてくださり、私たちがほぼ1年前から備え、準備してまいったイギリスからアンディ先生をお迎えして、このようにクリカレ2022を開くことができ、ありがとうございます。それは私たちの手柄ではなく、すべて神様のご計画により、神様がなしてくださったことです。心から感謝申し上げます。コロナウイルスも第7波、日本でもだいぶ下火になってきました。ただ、さらなる爆発の感染も予想されていましたけれども、今日このように無事にこの会を開くことができ、本当にありがとうございます。講師のアンディ・マッキントッシュ先生、そして通訳の宇佐美実先生、お二人をこの日本に、アンディ先生を日本に、そしてこの仙台の地にお二人を届けてくださった主なる神様に心から感謝します。今日私たちは心を開いて、創造主の素晴らしさを昨日よりも一つでも二つでも本当に心からアーメンと信じ確信が持てますように、どうぞ聞く私たちの心を開いてください。すべてをあなたにお委ねします。愛するイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。それでは本日の講師の先生のご紹介をいたします。当教会の創造論宣教師高橋清宣教師に紹介していただきます。皆さんよくいらっしゃいました。心から歓迎します。それではご紹介しますけれども、マッキントッシュ先生はですね、30年以上にわたって英国のリーズ大学の教授として熱力学と燃焼学の教鞭を取られました。そしてその後ですね、英国リーズ大学の名誉教授となられて、現在はアメリカのミシシッピ州立大学の非常勤講師、それからアメリカのクラウン神学校の非常勤講師、それから米国最大の創造論団体のアンサーズ・イン・ジェネシスの非常勤講演者として活躍されておられます。先生はもともと科学者ですから、地元のですね、英国をはじめ、その他ヨーロッパのですね、ロシアとかドイツとかヨーロッパ諸国、それから、アジアに来ましたらインドとかですね、それから中国、いや私驚いたのは北朝鮮でもですねお話しされてるんですね。韓国はもちろんのことです。それから、アフリカの諸国、南アフリカやアフリカの諸国、それから、北米カナダとかね、アメリカとか、それから中米メキシコ、南米、それからオーストラリア、ニュージーランドですから、文字通り世界各国でこの創造主の宣教をしております。
で、講演の対象は、ある時は教会関係者、ある時は大学の研究者たち、ある時は未信者の人たち、文字通りですね、こうやって全世界に出ていって、あらゆる、グループの人にこの創造主をお伝えしています。で、今回、西大教会へ来られましたけれども、これが2度目です。1度目は十数年前、東日本地震があったその前、の頃ですね。で、今回が2度目の来訪となります。個人的には、米国の創造論のセミナーがあったとき、2005年でしたけれども、アンディ・マッキントッシュ先生ご夫妻とお会いすることがありました。それからその後はですね、韓国で開催された全アジア創造カンファレンスでもお会いしました。今日こうしてですね、マッキントッシュ先生の創造の講演お聞きすることになって、とても嬉しく思っています。特に西大教会は、日本全国への創造の宣教のビジョンを掲げている教会ですから、エリシャがですね、エリアからこう例をね分けていただいたように、今日マッキントッシュ先生からそういう宣教のね、創造の宣教のスピリットをまた分けていただきたいなと心から願っています。それから通訳者の、宇佐美実先生は今ジェネシスジャパンの会長をなさっています。で、日本における創造の研究の第一人者です。その宇佐美実先生が今日通訳をしてくださるということで感謝です。それではお二人を大きな期待とマッキントッシュ先生と宇佐美先生は新型コロナの抗原検査キットで陰性となりましたから、ここでお話ししていただくときにはマスクを外して、お話ししていただくことになっています。じゃあお二人を大きな期待と歓迎を持ってお迎えしたいと思います。大きな拍手でお迎えしましょう。Well, thank you very much indeed for your kind welcome. 歓迎していただいて本当にありがとうございます。It is lovely to be back at Nishitaga Baptist Church. 西田聖書バプテスト教会に戻ってこられたことを本当に嬉しく思います。And to be with you all again. Thank you, Pastor Takahashi, and your good wife. 高橋先生や奥様と再びお会いできたことを嬉しく思っています。I have very pleasant memories of being here when I came. I think it was 2008. I think it おそら was. く2008年にここに以前来たことがあると思いますけれども、その時の楽しい思い出を今でも覚えています。Also, it's lovely to see Pastor Murray Yumoto. Lovely to see you, sir. And I remember meeting you then at the same time. 同じ時に上本先生にもお会いしたのを覚えています。And of course, many events have taken place since then. And in particular, I remember the horrible tsunami and earthquake. And I knew that it was going on. And I had some contact with Pastor Takahashi at that time. それから長い時が過ぎて、その間に東日本大震災で仙台は津波に襲われたり地震に襲われたりして大変だと思いますけれども、その時後も、高橋先生と連絡を取り合っていました。The Lord is in control of all things, including earthquakes. しかし主がすべてをコントロールしているんだっていうことを覚えさせられます。Okay, well, I want to speak to you on this subject of marvels of migration. 今日は驚くべき
自然界の旅路をする渡り鳥についてお話をしたいと思います。I have worked, as some of you may have picked up in the introduction, with aircraft for some while. ある人々は、この航空機なんかご覧になったことあると思いますけれども、I worked for some years in the Royal Aircraft Establishment in England 私はこの王立航空研究所で働いていたことがあります。on aircraft design and aerodynamics, basically. 航空機の設計や空気力学の研究のためにですね。So I've always taken an interest in aviation. ですから私はいつもその飛ぶことに関心がありました。Modern aviation had its very early beginnings with ordinary people. しかしこの今これだけ飛行機が飛んでいる中でその最初の飛行機は普通の人々によって飛ばされました。They were bicycle makers from Dayton, Ohio. オハイオ州デイトンの自転車屋が作ったんです。But it was they who did something remarkable in 1903 in North Carolina. 1903年に彼らはとても信じられないようなことを行いました。They understood how to fly heavier than air aircraft. 彼らは空気より重い飛行機を飛ばしたんです。And they took their plane from being a glider by adding engines onto it, and they were the first ones to do that. それまではグライダーしかなかったんですけれども、それにエンジンをつけて初めて動力飛行をしました。Just a minute, am I controlling this or not? Is there no control? Ah. So just go ahead to do. But what's this doing then? I will follow you. But that's going to YouTube. What's this doing? This going to YouTube. This one's going to YouTube. This one. It goes to YouTube. Okay, right. So I wasn't sure. I didn't quite know what the arrangement was. I thought this was just by the way. Okay, so this one's going here. Yes. Okay, right. Good. Sorry. It was not clear to me what was happening. Okay, so where was I? Yeah, so the Wright brothers developed the plane, which was the first one to fly, which was heavier than air. ライト兄弟が世界で初飛行を行ったこの空気より重い機体がこれです。And it was not that there wasn't other aircraft before, but they were not controlled. They were the first ones to control the flight. それまでは、きちんと制御して飛んでいたわけではないんですけど、これはきちんと制御して飛ぶことができました。And what Wilbur Wright did, the older gentleman, was to actually copy what the birds were doing. お兄さんのウィルバー・ライトの方は何をしたかというと、鳥が飛ぶのを真似しようとしたんです。And that was hugely important. それは非常に大切なことでした。Because by copying what the birds were doing, he was actually understanding that they were warping their wings. それはなぜ重要かというと、鳥が飛ぶ時の羽の動きですね。それをよく研究する必要があったからです。So it was really a case of understanding that the birds knew more than he did. ですから、彼よりも鳥の方がどう飛んだらいいか当然分かっていたわけです。We can learn an awful lot from nature. 今日もですけれども、私たちは自然からたくさんのことを学びます。Another gentleman, James Clerk Maxwell, もう一人を紹介しますけれども、ジェームズ・クラーク・マックスウェルです。had, and it's still there today, had written on his, the head of the Cavendish laboratories here, 彼が働いていたケンブリッジ大学のカベンディッシュ研究所のドアに今もこれが刻まれています。above the door is written Psalm 111 verse 2. このドアの上にあるのは詩編の111編の2節の言葉です。Which says, The works of the Lord are great, sought out of all them that have pleasure therein.
それは主の御業は偉大で、御業を喜ぶすべての人々に尋ね求められる。And that is the same spirit that we should have in doing science. そのように、それと同じ気持ちですね、意欲を私たち、も科学を行うときに持つべきです。Some of the things that we're going to talk about are in my book, The Wonders of Creation. それらのことは私の本、この不思議な創造という本の中に出てきます。Which includes chapters on migration. その中には渡りの章もあります。So let's now consider the wonders of migration. それでは渡り鳥の謎について考えていきましょう。And a lot of what I'm saying comes from this book, Animal Algorithms. 私のこの今お話ししたことの内容とかはこの動物のアルゴリズムという本から私もたくさん学びました。And this book really shows the amazing features that are in birds especially, but also many creatures which will migrate. この本の中にはたくさんの鳥の渡りについて書かれています。またそれ以外の動物の渡りについても書いてあります。Let me just, before I dive into this subject, I want to mention something else from the Bible. 渡りのことを話す前に聖書についてからちょっとお話ししたいと思います。The turtle dove is the proper translation of what it says in the Old English. It just uses the word turtle in this English in Jeremiah chapter 8 verse 7. エレミヤ書の5章7節にですけれども、コキジバトというのが出てきます。これは英語ではタートルダブというふうに言います。And in Jeremiah 8 verse 7, in the New American Standard Version, it says, Even the stork in the sky knows her seasons. この中で、日本語の聖書では山鳩と訳されますけれども、この中で彼らはその時を知っている、帰る時を知っていると訳されています。And the turtle dove and the swift and the thrush observed the time of their migration. 彼らは自分がいつ渡ったらいいのか、その時を知っているということですね。But then it says, But my people do not know the ordinance or the times of the Lord. しかし、この右下の方ですけれども、しかし私の民は主の定めを知らない。こういうふうに書いてあります。So as we turn to this issue of migration, the birds know when to move more than people know how to respond to God. 鳥たちは主にいつ、この渡る時を言われた時にちゃんと渡るのに、でも人は主の声に応えないということです。So Jeremiah was actually saying to the people of God, You need to learn from the birds a spiritual lesson. ですからエレミヤがここで語っているのは、あなた方は鳥から学ばなければならない、霊的に学ばなければならないということです。They learn to move with the seasons because God is in control of the seasons. 彼らはこの鳥たちは時が来たら渡ることを知っている。それは主が定められた通りにですね。And we need to learn to move spiritually. That's what Jeremiah was saying, because God is going to bring a season of judgment. 主の民たちも主の定めに基づいてその時を知らなければならない。そう言ってるんです。Let me now move into the science. では科学に移りたいと思います。When aircraft make journeys, they have to plan carefully. 私たちが飛行機に乗るとき、計画を立てなければなりません。When I came to Japan, I flew across the Pacific. I came from the United States. 今回私はアメリカに行って、それから日本に来たので、太平洋を渡りました。And I was coming
on an aircraft where they had planned carefully how much fuel to use. その私が飛行機に乗って飛んでくるとき、その飛行機の会社はですね、どれだけの燃料を積んだらいいのか正確に計算しています。And which direction to go in. またどっちの方角に飛ぶべきかというのを正しく知っています。And they would be aware of the wind currents. They would know how long it was likely to take. また風の向きとか、そういうどれぐらいの時間がかかるかとか、そういうことを一つ一つ調べています。A modern cockpit uses sophisticated equipment to keep track of position. 今日の飛行機のコックピットは非常に精密機械で囲まれていて、自分が地球上のどの位置にいるのかっていうのを正確に知ることができます。So you need a good map. ですから私たちには必要なのはまず地図です。You need a good compass. You need to know how far the places that you're going to. 次にコンパスが必要で、今度はどれぐらい飛んだらいいのかという飛行距離を知っている必要があります。And you need to know how much fuel to use. そのためにはどれだけの燃料が必要かも知っている必要があります。And of course, you're not filling up a car, you're actually filling up an aircraft. 皆さんはガソリンを車に入れることがあると思いますけれども、この場合は飛行機に燃料を注入するわけです。Now you need to remember those 4 things are needed for flight planning. It's going to be important as we now consider migrating birds. 飛行計画にはこの4つが必要で、鳥の渡りについても同じことが必要なんです。Having a map, having a compass, knowing how far and knowing how much fuel you need. 地図があり、コンパスがあり、飛行距離が分かっていて、どれだけの燃料が必要かが分かっている必要があります。So it's not just having a map, you've got to know how to use the map to work out where you are at the moment and where you are going to. That's number 3, how far. どんなに地図を持っていたとしても、地図が読めなかったらどうしようもありません。地図があって、その距離を知っておく必要があるんです。Let me just mention some amazing birds. それでは、いくつかの素晴らしい鳥を紹介したいと思います。The swift is the fastest bird recorded in level flight. It flies at almost 70 miles an hour, 112 kilometers per hour. このアマツバメという鳥ですけれども、水平飛行で飛ぶときに世界最速を記録します。Minoru is used to these sorts of speeds on the expressway. 私通訳のミノルが高速道路を同じぐらいの速度で走ってい He ます。 slightly beats the swift, actually. 112キロですね。ミノルはこれよりちょっと速く走ってました。But we won't go into that. But the swift is an amazing flyer. まあいずれにせよ、アマツバメはすごい鳥です。But actually, swifts migrate. They winter in Africa and have an average lifetime of about 5.5 years. アマツバメは冬はアフリカで過ごして、その平均寿命は 5.5 年です。They feed in the air and rarely actually put their feet on the ground. このアマツバメは空中で食事をして、そしてほとんど地上に降り立つことはありません。They feed on aerial plankton, flying insects, high ballooning spiders, and many other things which are mentioned here. アマツバメは空中のプランクトンとか飛翔する昆虫とか風に乗って飛ぶ雲なんかですね、そういうのを食べます。It can be as something like on average 10 months that a swift will be flying and not touching the ground again. アマツバメは通常10ヶ月飛び続けます。They nest on the wing. Sorry, they don't nest on the wing. Everything except nesting is done on the wing. Eating, drinking, scooping to pick up water from rain and puddles. But essentially they're not resting for months. 巣作りの時以外はですね、すべて空中でします。
雨を飲んだりですね、あるいは水上を低く飛んでそれで水分を補給したり。So this is an amazing bird. ですからこれは本当に驚くべき鳥です。In the case of young birds, which begin breeding at about 4 years old, it could be as much as 3 years that they are on the wing. That's an incredible feat. そして若鳥はですね、4歳になって初めて繁殖期を迎えます。ですからそれまでの4歳になるまでの3年間、おそらく、地上に降り立たないで3年間飛び続けていると考えられています。本当に驚くべきことです。Now the swallow is a similar bird to the swift, but it's got a longer tail. アマツバメに似た鳥でツバメがいます。これは尾の長い鳥です。They also migrate to Africa, and they cross large areas like the Sahara Desert. ツバメはアフリカに渡りますけれども、サハラ砂漠を横断しなければなりません。Sadly, many die on the way because they die from exhaustion and starvation. このツバメは、飢えとかあるいはさまざまな要因で嵐とかいろいろなことで渡りきれないものもいるんですね。そういうのは落ちてなくなってしまいます。British swallows spend their winter in the South Pole, South Africa, and they travel through western France, across the Pyrenees, down eastern Spain, into Morocco and across the Sahara, and some sadly don't make it. 英国ツバメは南アフリカで越冬して、またフランス西部を通ってピレネー山脈を横切って、スペインとかそういうところを横断していくわけですね。What about hummingbirds? Did you know that they migrate as well? 皆さんはハチドリをご存知でしょうか。ハチドリも実は渡りをします。And for them, they've got to feed at a much greater rate than what we've just considered, which are swallows and swifts. ハチドリは、非常に飛ぶのにエネルギーを使うんですけれども、そのためにはたくさんの燃料を蓄えなければなりません。In a normal way of living without migrating, many hummingbirds have to feed their own body weight every day. ハチドリはどれぐらいの量を普段食べているかというと、自分の体重と同じぐらいの量を毎日食べています。Because their metabolic rate is so fast. それは新陳代謝が非常に激しいからですね。If you were to try and feed your own body weight every day, I think you would be a great big ball. 皆さんがもし自分の体重だけ毎日食べてたら、皆さんはたちまちボールのように太ってしまうんじゃないでしょう But they are か。 constantly on the go. They're constantly using their energy. しかしハチドリは常にエネルギーを使い続けるので、それぐらい必要なんです。But now, when it comes to migrating of hummingbirds, they've got to eat more than their body weight. しかしハチドリが渡りをしようとするとき、自分の普通の体重以上のものを食べます。They increase their body weight by about 25 to 40%. その結果、25% から 40% 自分の体重が増加するわけです。And when they're migrating, they generally fly during the day and sleep at night, roosting in trees. ハチドリは通常、昼の間渡りをし、夜の間は木とかそういうところで休みます。Now, they don't fly huge distances, but for the tiny size of these birds, they do fly a great distance. この鳥は本当に小さな鳥ですね。ですから小さな鳥にしてはものすごい距離を渡ります。The rufous hummingbird flies across the Mojave Desert. ルーファスハチドリは、モハビ砂漠を横断します。And the ruby-throated hummingbird flies across the Gulf of Mexico, which is 600 miles. ノドアカハチドリはメキシコ湾を渡ります。それはだいたい1000キロに及びます。
And because they have a high oxygen consumption relative to their size, they are effectively burning fuel at a very rapid rate. So a 600-mile journey is a very challenging distance for them to make. ハチドリは非常に酸素の消費量が大きいので、その、体重を少し増やすだけで、1000キロ弱の旅をするのはとても大変なことだと思います。Let's now turn to another bird which is going quite a lot further and is a bit bigger, quite a lot bigger than a hummingbird. 今度はハミングバード、ハチドリと反対に大きな鳥の渡りです。I'm thinking of the Sandpiper, which is sometimes in America called the red knot. それは香ばしぎという鳥ですね。We would call it in England a sandpiper, has a long beak and has this lovely red breast. 大枠ではシギの仲間ですけれども、この香ばしぎは赤い、前側ですね。それ赤い色をしています。And they weigh about the size of a fairly, not a AA battery, but a bit bigger, maybe. I'm not quite sure what you call these batteries in. Sorry, you haven't put it up. Yeah, this battery is about double the width of a AA battery. We have them in England. この香ばしぎの重さは単2ですよかね。単2電池2つ分ぐらいの重さです。So it's about the weight of that battery, and they fly remarkably up to 15,000 kilometers during their yearly migration. そして繁殖地の北極と南極の間を、渡るわけですけれども、And this is a map of what they do. They fly from the Delaware Bay through to their breeding grounds in the north, and then they also fly right down to South America. 北は、デラウェアベイから、飛び立ちますけれども、南に行くときは南アメリカの南端にまで飛んでいきます。And their stopovers, as the writing says here, are of the order of about 5,000 miles apart. 北極圏からニュージーランドや南米まで約8000キロの旅をします。And during their southern winters and northern summers, red knots or sandpipers, they actually have a feeding frenzy. この、香ばしぎは、夏、ですね、南で越冬したり北で、夏を過ごす間ですね、とても辛いものを食べることができるように変わります。You might say that they have a heavy-duty stomach which can feed even on hard-shelled fish. ものすごい硬い、殻を持った、魚を食べることができます。And their stomachs are usually very big as they are having this feeding frenzy. そういう食料を食べるのには非常に大きな意を持っていなければなりません。But just before it's going to migrate, しかしこの香ばしぎが渡りをしようとするときには、it halves the size of its stomach. その胃の大きさは半分に変わります。Some of us could do with halving the size of our stomachs, couldn't we? 皆さん、胃が半分になったらどうしようと考えるでしょうか。Well, we can't do it, but birds can. 私たちにはできませんけれども、この鳥にはできるんです。And what they're doing is they've eaten all this food, right? この鳥はたくさんの食料を食べます。And they're making lots and lots of fat, right? それによって脂肪を蓄えます。So they become big birds, その結果、太った鳥になるわけですね。 full of fat, 脂肪でいっぱいです。which is fuel, right? They're going to need for their journey. 脂肪は、飛ぶための燃料になるんです。And they then shrivel their organs inside. そしてそれが、内臓を小さくするんですね。So the change in the bird is remarkable. こ
この鳥の内臓の変化っていうのは本当に驚くべきことです。They know that they've got to fly a long distance. コーバシギは自分が長距離を飛ばなければならないことを知っています。So they know they've got to put on a lot of fuel. Remember, I said that was one of the things that the aircraft needs to do. そのためにたくさんの燃料を蓄えます。先ほどお話ししましたけれども、航空機も飛ぶため Remember, I にどれだけの燃料を蓄えなければならないか remember I said that 計算します。okay, whole thing. Whole thing. Remember I said that and the next one, yeah, that you need a map, a compass, you need to know your distance, you need to know your fuel. 皆さんは地図とコンパスと飛行距離を知っているだけではなく、燃料をどれだけ積まなければならないかを知らなければなりません。So it's the bird knows that it's got to get a lot of fuel on board. ですから鳥は自分の体に燃料をたくさん蓄えるわけです。But we're just about to consider a bird which has got to get the amount right of fuel. I'll show you that in a moment. しかし燃料はちょうど適切な量でなければならないんです。Because it also knows how far it's going on the map that it's got in its mind, and it knows the direction to go. なぜなら、もし間違った方向に飛ぶならばそれは行き着かないわけですよね。正しい方向と正しい燃料の量が必要です。This is an amazing feat of intelligence in the brain. この鳥は驚くほど、素晴らしいその本能でこれを知っているわけです。And the bird that I'm now going to consider shows to us the amazing way by which it not only gets the amount of fuel right, but doesn't have too much. もう一つ知っておかなければならないのは、この燃料の量を知っているだけではなくて、たくさん積みすぎてはいけないということです。You need to change back to this. Now, so when we now consider this bird, this is the Pacific golden plover. これは胸黒という鳥ですけれども、Now, this is quite a small bird. It's only about maybe a little over a third of a meter, maybe half a meter possibly, but こ not れは much more than 30 that. センチから50センチ程度の鳥です。And this Pacific golden plover flies 3,000 miles, 4,800 kilometers, right? 胸黒はだいたい4800キロを渡ります。And it flies from Alaska to Hawaii. アラスカからハワイまで行きます。Now, getting to Hawaii is not simple. ハワイに行き着くのは簡単なことではありません。So you need a map in your mind, and you need a compass, and you need to know where you are going on that map. 皆さんは地図があるだけではなく、その方向を知ってなければなりませんし、どこにハワイ諸島があるのか分かってなければなりません。Map, compass, how far, and now we come to the fuel. 地図と、方向と、距離と、それでもう一つ必要なのが燃料です。Now, if the bird has too much to eat, もしこの鳥が食べ過ぎたらどうなるでしょうか。it becomes too heavy, 重すぎるんです。and it won't reach Hawaii 重すぎてハワイに届かなくなってしまい because ます。 it's got too much weight. なぜなら重すぎるからです。 So if an aircraft takes too much fuel on board, もし飛行機が重すぎる燃料を積んだらどうなるでしょうか。 then it's carrying unnecessary fuel そうすると不必要な燃料を使わなければならないんです。 which actually adds to the amount of fuel that you're using because you've got too much weight. 重さがそれだけ増すので、飛ぶのにもそれだけの燃料を使います。 Anyway, so there is an issue of actually not eating too much. ですから胸黒は食べ過ぎてはいけません。 But there's also an issue of actually not eating enough. 逆に少なすぎてもダメなんです。 If the bird doesn't eat enough, it's also going to end up in the Pacific Ocean. もし
少なすぎればやはりたどり着けなくて太平洋の中で落ちてしまいます。 So there is a window, isn't there, of just the right amount of fuel. ですからまさに適切な量の燃料を食べなければならないんです。 But now we come to a fifth issue. 次に第5の問題があります。 You've got to have the map, you've got to have the compass, you've got to know how far you're going, and you must have the right amount of fuel. But now we come to number 5. 地図があって方角が分かっていて距離が分かっていてそして正しい燃料の量があったとしてそれだけじゃなくて5番目です。 What's number 5? 5番目は何でしょうか。 Well, you'd never believe this, これはとても信じられないことですけれども but the adults leave their children behind. 親鳥たちは子供を残して飛び立ってしまうんです。 The children have never been to Hawaii. 若鳥たちは一度もハワイに飛んだことがありませ They've ん。 only just been born. ただ生まれたばかりです。 And yet the children make the journey on their own after the adults have already gone to Hawaii and been enjoying themselves on the beach. 親鳥たちが飛び立った後でですね、若鳥たちは初めて行くハワイに飛び立たなければなりません。そしてそれができるんです。 What's that telling us then about what's going on in the brains of young ones? それは何を言っているでしょうか。若鳥の頭の中はどうなっているんでしょ Is it nurture? No. う。それは教えられたことでしょうか。違います。 In other words, is it training? No. 訓練されたんでしょうか。違います。 Because the adults are not training their young. 親鳥たちはこの若鳥を訓練していないからです。 It's ingrained in their brains already. それはすでに脳の中に組み込まれているんです。 Where does that come from by evolution? その知識は進化論であればどこからそれが進化したんでしょう。 These young ones who've never made the journey before have got to have a map, they've got to have a compass to know where to go. 若鳥たちはどこに行くのか、そしてその地図とか距離とか、方向とかですね、それを知ってなければならないんです。 And they need to know the distance in order to work out how much fuel they need. 距離を知っていて、そのためにはどれぐらいの燃料を蓄えなければならないか知っていなければなりません。 What's this really saying? このことは何を私たちに教えている Is で it しょう Psalm か。 111 verse 2 or is it evolution? Which one? 詩編111編の2節のことを示唆しているのか、それとも進化を示唆しているでしょうか。 I know what the real science is pointing to, not evolution, but the greatness of God who has done this. 本当の科学者であれば、これをできるのは創造主以外の何者でもないということがわかります。James Clerk Maxwell didn't know about migration to the extent that we do today. ジェームス・クラーク・マックスウェルは今日のような科学がない時代の人です。But actually, Psalm 111 verse 2 is relevant to this issue and to every generation. しかし111編の2節は彼らだけではなくすべての世代において常に大切なことなんです。 We need to have written over our churches not only Genesis 1:1, which you've got here, but we need to have Psalm 111 verse 2 written on them as well. 創世記の一章一節、この教会には書かれていると思いますけれども、それだけではなく詩編の111編の2節も書いておくことが大切です。 The works of the Lord are great, sought out of all them that have pleasure therein. そこには、創造主の素晴らしい、ですね。Oh, don't worry. これですね、主の御業は偉大で、御業を喜ぶすべての人々に尋ね求められる。Okay, now come back to the Pacific golden plover. では、胸黒に戻りたいと思います。 And now we're going to just illustrate another little point では、もう一つの点をお話しします。 that you can actually, Werner Gitt, who is a German scientist, has done some calculations on the weight of a bird and its flight time. ドイツのベルナー・ギット博士が
どれぐらいの燃料が必要かということを飛ぶためにですね、それを計算しました。And this just shows this is for a single bird flying. You can actually estimate what the weight is and therefore what the flight time will be before you run out of fuel. この下の線は単独飛行をする場合ですね、どれぐらいの距離を飛んだら、燃料がゼロになるかということです。And he makes the point, and this is what this is doing, that the Pacific golden plovers often will fly as a group, 胸黒は編隊飛行をするんです。which will enable them to actually get there without dropping into the ocean. この編隊飛行をすることによって、墜落を免れるんです。So please remember those 4 points. この4つのポイントを覚えておいていただきたいと思います。You need a map. You need to know where you're going. You need a compass, which was actually originally number 2. I've swapped it around. And then the right weight of fuel. 地図を持っていて、方位を知っていて、目的地を知っていて、必要な重さの燃料を知っていなければなりません。And the fifth amazing point is that the young ones do all this without being trained. そして第5のポイントは、訓練もなしにそれができてしまうということです。Okay, let me now start showing you some who've really won the prize. ではそのために誰が称えられるべきでしょうか。The Pacific golden plover is flying about 3,000 miles. 胸黒は 4,800km の旅をします。But I've already mentioned to you that the red-breasted sandpiper was flying about 5,000 miles. 先ほど、シギは 8,000km を旅すると言いました。And another bird, which is an amazing bird, is the bristle-thighed curlew. もう一匹の、鳥を紹介しますけれども、これはハリモモ注釈という鳥です。Which migrates from Alaska to Fiji, これはアラスカからフィジー諸島まで旅をします。which is a massive distance. これはすごい距離です。Again, it's about 5,000 miles, so that would be about 8,000, 9,000 kilometers. これは約 8,000km ですね。それを旅します。And again, these young birds have to find the islands on their own when no one has trained them where Fiji is on the map. 胸黒と同じように若鳥たちは置いていかれ、自分たちだけでこの小さなフィジー諸島を発見しなければならないんです。There are mysteries here which are still not fully understood today. 今日私たちには解明できてない謎がここにあるんです。Let me repeat, it's one thing to have a map. 一つ目は地図が必要です。It's quite another thing to say, that's where I've got to go, Fiji. それは私たちはここに行かなければならない。そこはフィジー諸島だっていうことです。And there is a lot of issues here as to what is ingrained in the brain of a bird. この鳥の組織は一体どうなってるんでしょう。Arctic terns are amazing birds. I showed this on the title slide. 先ほどの、タイトル画面にも出ましたけれども、極アジサシという鳥について話しま Absolutely す。beautiful birds. とても美しい鳥です。Snow white with a black cap 真っ白な体に黒い帽子をかぶってます。 and a red beak. 赤いくちばしです。I've seen one or two in Alaska. They are beautiful. 私はアラスカでこれを見たことがあります。と They're て not も large. 綺麗でした。そんなに大きい鳥ではありません。 But let me now just put up this. しかしこのことをお話ししたいと思います。 They complete the longest migration of any animal. 動物の中で最も長距離を渡ります。 In the spring of the northern hemisphere, they breed in the Arctic. 北極に春は北極から北極付近でですね繁殖します。 And they decide to get the best of both parts of the world by when it gets too bad in the north, they will fly to the South Pole. そして
北極圏の、北極近くにいる鳥があるとき、南極近くまで飛ぼうとします。And then they fly all the way down across the world to the South Pole. そして地球を全く半分渡りきるわけですね。北極から南極まで。So they get the most air miles, don't they? そうしたら多分飛行機だったら何マイルもたまることだと思います。So they're flying 25,000 miles every round trip. 往復で4万から4万8000キロ毎回飛ぶわけですね。And the oldest known Arctic tern was 34 years old. That's the oldest bird that they found. 今日知られている中で極アジサシで最長の年齢は34歳でした。So it would have accumulated over 1 million miles in its lifetime. ですから生涯で160万キロ以上飛んでいたということになります。It would have flown to the moon and back twice in one lifetime. その距離は地球から月への往復を2回できる距離です。That is quite something, isn't it? すごいと思いませんか？ So, Arctic terns are amazing creatures. ですから極アジサシはすごい鳥です。But remember, they are stopping on the way. しかしその途中で止まるんです。What's the longest non-stop flight? ではノンストップで最長距離を飛ぶのは何でしょうか？ Well, this happened not so long ago. Well, this was in 2004 that it was recorded that this bird did 7,700 miles, which is about 12,000 kilometers, in 6 days across the Pacific. このノンストップで最長距離を飛ぶのはオオソリハシシギという鳥ですけれども、これは太平洋を6日間で1万2000キロ飛ぶわけですね。Apparently one bird has beaten that since, and I think they've got it up to 8,200 miles. But it's a huge distance. この鳥で、これよりもうちょっと飛んだのもありますけれども、いずれにせよこれはすごい距離です。Remember, they've got to have a map, a compass. They need to know where they're going, and they need to have enough fuel. アラスカからニュージーランドまで飛ぶのに地図がなければなりません。方位を知ってなければなりません。距離を知ってなければなりません。そして燃料が適切でなければなりません。They're a bird which is getting on for about almost a meter long when you include the beak, which is quite a long beak. これはくちばしの長さも含めるとだいたい1メートルぐらいの鳥になります。And this is the one that actually got even further. It was called a Cassell's bar-tailed godwit, traveled 8,100 miles. That's 13,000 kilometers. キャッセルのオオソリハシシギは2021年9月の記録ですけれども、ノンストップで1万3000キロ飛んだということです。We can actually see these birds in the south of England. They are lovely shorebirds, beautiful creatures. 私は、南英国でこの鳥を見ることができます。非常に美しい鳥です。Very recognizable by these long beaks which curve upwards. このくちばしは上にちょっと反り上がっててとても美しいです。And Robert Gill made a statement here, and he says that autopsies on, sadly, some birds that had collided with a radar dome showed that these birds had minuscule gizzards, in other words, minuscule stomachs, livers, kidneys, and other guts. ロバート・ギル氏はこの鳥がですね、このレーダードームに衝突して墜落してしまったのを捕獲しました。So that just shows you the truth of what I was saying earlier, that they are all fat. この鳥はその内臓が非常に小さくなっていたんですね。その脂肪はどうなったでしょうか。Basically, they're all fuel. 燃料は全部脂肪は燃料として使われてしまったんです。But they are really almost near starvation when they finally arrive in New Zealand. これがニュージーランドに渡りきったものはほとんどもう餓死寸前でたどり着くんです。
Now, I don't want to frighten you with too much maths, but I am just going to put some mathematics up here. 皆さんに数学をここで教えたいとは思いませんけれども、Minoru knows all about the maths. すごい数式が絡んできます。ミノルは知っていると思いますけど。So those who are engineers here know that the rate of change of the mass is actually proportional to the mass. 脂肪がどれぐらい燃焼して、それでどれぐらいの重さが軽くなっていくかっていうのをすべて計算できます。Which is why Werner showed earlier, you saw this plot of the descending mass, and it was an exponential decay. それによって対数的にですね、こうグラフが緩やかになっていくのを見ました。それは脂肪の燃焼の結果ですね。So if the mass at time t equals 0 is m0, then you've got this curve. この今指した数式ですね。And so, sorry, if the mass at a particular time, I should say, capital T is m0, then generally the mass is this curve. M0 となっているところは飛んでいるある時点での体重を計算できるようになる。Let's just put the whole thing up, all the red and the yellow there, and then you can actually, you don't need to worry too much about the detail here, but the critical term is this X, which is the loss per hour, okay? The critical term is the X. 大切なのはこの X という数式で、これは1時間にどれぐらいの燃料を失うかです。And if we're thinking of a particular period of time, capital T, then that is linked to the range, capital Y. それがY とリンクしています。And this, of course, is dependent on the overall speed that the bird is generally going at. それは何を示しているかというと、全体としてのスピードがどれぐらいで飛んでいるかですね。So the formula that comes out is that the range y for a given speed is dependent critically on what we call the loss per hour. That is, how efficient the bird is. この、どれぐらいの距離を飛ぶかと、そのだいたい1時間あたりどれぐらいの燃料を使うかを計算することによって、どれだけ効率よくこの鳥が飛んでいるかということを計算できます。And it also depends on how obese the bird is when it starts. In other words, how big it's become. これは常にその鳥がどれだけ太っているかからによっても左右されます。Now you can see that, by the way, it's not linear. If you increase the obesity, もし太るならば、it's a logarithmic effect. So in the end, it tails off. You're not going to get much more range if you, say, become 3 times as big as you were, because you've got too much weight to carry. That's basically the trade-off here. 重くなればなるほど最初にものすごいエネルギーを使います。But what is critical, much more critical, is X. それより大切なのはこの X です。How much loss of weight you can maintain per hour. In other words, can you reduce that as much as possible? 1時間で使う燃料はどれぐらいかということですね。So you've got F, which is the obesity, and then you've got X, which is the loss per hour, which is a percentage, which for a bar-tailed godwit, which is what this says, is about just under 0.5%, which is brilliant. That is an incredible efficiency. この小文字の F はどれだけ太っているかを表しています。そして X は先ほどの大反橋市議がどれぐらいの効率で飛んでいるかを示しています。If you'd just like to put up this graph now. So you've got the bar-tailed godwit, which is the most efficient flight economy of 0.42%.
And it really means that it's increase its range dramatically. このオオソリハシシギは非常に素晴らしい燃焼効率を持っているので、他の鳥たちと比べるとすごい長距離を飛ぶことができます。I don't think I would get anywhere near that if I tried. 私はそれを試そうとしても自分では真似できません。We're not built for flight. 私たちは飛ぶためには作られていないからです。But now, let me just compare this for other birds. では他の鳥と比べてみましょThe little hummingbird is losing weight at an enormous amount, 2%. ハチドリの燃焼効率は1時間で 2% です。What's happened to it? It's gone. We lost it. Can we come back to where it was? 元に戻してください。Okay. Right, that's better. And now can you do the next one with the yellow? Thank you. Okay, so the little ruby-throated hummingbird can only do a distance of 1,100 kilometers. No, I don't want to do that. I'm getting confused. There's so much going on. If you just keep it こ as の it オー is. ソリハシシギは1万 I understand 1000キロ why メ you were ート doing ル it, yeah. 飛ばなければなりません。 Okay, so maybe just do it after I've pointed at it. So this is 2, right? ここに2という燃焼効率があります。And it's a very small mass to begin with. And it gets to, this is pretty brilliant. You know, 1,100 kilometers, about 600 miles. So that is incredible what the hummingbird does. But it's nowhere near as efficient as the bar-tailed godwit. Okay, you might like to do it now because 燃焼効率2のハチドリが飛ぶのには I'm sorry. I 1100 understand what you were doing there. 1100キロメートルだけでもものすごいことです。でも燃焼効率が 0.42 のオオソリハシシギは燃焼効率が非常に良いので、1万1000キロメートルを飛ぶことができるんです。So we've really got incredible engineering going on in the birds. That's what I wanted you to see. ここにものすごい工業技術が関わっていることがわかります。The works of the Lord are great, sought out of all them that have pleasure therein. 主の御業は偉大で、そこに素晴らしい喜びが見出されるわけです。This is not evolution, guys. これは進化論によって導き出されたものではありません。This is ingrained, programmed engineering by a brilliant mind. 創造主の素晴らしい工学技術によってもともとプログラムされたものなんです。Now, I will admit that there will have been some adaptation. I'm not denying that within the migrating world there is room for some adaptation. 渡り鳥の世界あるいは渡りの世界ですけれども、何らかの適用があるっていうことは知られています。それを否定することはありません。But the basic principle of having a map, having a compass, knowing where you're going and how much fuel, that has something which shows to you that there is a design behind these birds. しかし原則として地図がなければなりませんし、方向を知っていなければなりませんし、距離を知っていなければなりませんし、また燃料、それにふさわしい燃料が必要なんです。I just get excited by it. 私はそれを知っただけでももう興奮してたまりません。Because the engineering is just brilliant. その工学技術の素晴らしさですね。Now, let me just play you. I've got a couple more points to say. They're quite brief. あといくつか短く話したいと思います。Because if you're anything like me, you'd like a drink and you'd like to have a break and questions. おそらく皆さんちょっと休憩もしたいでしょうし、はい。But I'll just stop talking and you watch this video because it's all about bar-tailed godwits. このビデオをお見せして、休みたいと思います。オオソリハシシギのビデオです。And can I thank Ken for getting us sorted out with the sound? Thank you. Oh, no sound. I'll start again. This is a bird that's flown as Wait far a minute, as the hold on. No, we're not in sync. Can you start again? Yeah, this goes to you.
Yes, I realize that, but we need to do it in sync. Okay, 1, 2, 3, go. Yes, it's a she. Beautiful big bill, straightening that leg out. She wants to go. This is a bird that's flown as far as the moon. She's been caught This before. one's been caught here before. She's been round and round the world 13 times. So how old could she be? Well, she could be 15, 20 years old. And in one Well, epic flight, she's come here to Miranda, New Zealand. これはニュージーランドから飛んできました。 Non-stop. She spent 8 days without 1万2000キロの距離をノンストップで飛んできました。 flapping all the time, not going to sleep properly, maybe switching off one side of the brain, あの keeping the other side active. 一睡もせずにもしかしたら片目ずつをつぶって半分寝ながら飛んだりします。 From Alaska to New Zealand and back again every year. そしてまた A ニュージーラン remarkable ドに戻 journey ってい for きま an す。 unassuming little bird. この小さな鳥がそれをするということを考えてみてください。 Mudflats all around New Zealand to get fat over summer. Very fat. たくさん食べて太ります。 50% of their body weight may be fat. だいたい体重が 50% 増え They ま have to す。 somehow combine extreme obesity with extreme athleticism, which is something that humans can't do. 人間は 50% 太ったら大変ですけれども、これはそれが必要 Last なん year, です。 biologist Phil Batley was part of an international We'll leave team it there. that found the birds We'll leave it flying there. non-stop. Thank you. Okay, but I thought you'd find that interesting. It's a lovely video all about bar-tailed godwits. このオオソリハシシギのビデオをご覧いただきましたけど、これがどれだけ素晴らしいかっていうことをちょっと味わっていただけたかと思います。 Now, remember what I said, that you've got to have a map, 地図がなければならない you've。got to have a compass, コンパスがなければならない。 you've got to know where you're going on that map, どこに行かなければならないか知ってなければなりませ and ん you've。got to have the fuel. 燃料の量を知ってなければなりません。 Now, let's just deal with the third point, just Yeah. briefly. 3番目のポイントを少しお話しします。 This is a lovely little bird. これは、小さな鳥ですけれども、 We have it in England, and it's called the shearwater. これは、マンクスミズナギ鳥と呼ばれます。 And it's called the Manx shearwater, which is to do with the Isle of Man, which is an island off Britain. これはイギリスの島を渡る鳥ですね。 It's got a short body and it's got long wings. 体長は短いんですけれども、翼の長さは非常に長いです。 And what somebody did was they placed this shearwater in, of all places, Boston, on the east coast of America. 研究者たちは何をしたかというと、このイギリスの鳥をアメリカのボストンに持って行って放したんです。 And it got back to Wales, where it was originally intending to go, by flying right across the Atlantic. で、このミズナギ鳥は本来渡るべきところであるウェールズに飛んでいったんです。 And it did it in 12 and a half days. それには 12.5 日必要としました。 In other words, this bird knew where it was on the world. ということは、このミズナギ鳥は自分がどこにいるのかっていうことを知っていたっていうことですね。You know, it had been falsely placed in a location which it doesn't usually go to. 本来であれば絶対行かないようなところに置かれたんです。 And by the way, I'm not going to go into it, but other creatures migrate. あまり詳しくは言いませんけれども、他にも素晴らしい渡り鳥がいます。 We haven't just got birds here. We've got, sorry, we do have all birds here, but unusually we've also got penguins. この中の一番下にはペンギンもいます。 And of course, there are other animals that migrate, creatures like turtles, which I could talk about, but we haven't got time to deal with them all. 他にも、カメとかいろいろな渡りをする動物がいますけれども、時間がないのでお話できません。 Even butterflies migrate. 蝶も渡ります。 The monarch butterfly migrates a large distance from both sides of America to Mexico. オオカバマダラという鳥は、蝶はアメリカとメキシコの間を渡ります。 So there are a number of things which we could talk about, but what I want to just home in on, if I may,
たくさんのことを話すことはあるんですけれども、このことを話させてください。is how does a bird know where it is on the map? 近年、この鳥が自分がどこにいるのをどうして分かるかということが分かってきました。Whoops, I've lost my place. It's here. Okay. So, evidence is now becoming apparent, as it says here, that birds don't just sense the magnetic field. これに関わっているのは、鳥が磁場を近くできるということです。They sense the slope of the magnetic field. 地球の磁場がどのような磁力線ですね、磁力線を描いているかって、それを感知します。Now think this through. 考えてみてください。You've got to imagine the magnetic field going around the earth. 地球は地磁気があって、その磁力線が流れています。Roughly at the equator, 赤道付近では平行になっています。the magnetic field is flat. 磁力線は平行ですね。Japan, which is north of the equator, 日本に来るとそれは、北緯になりますけれども、そうすると北に向かって下がっていくんです。the magnetic field dips. 自分の向かっている方向が下になります。If you go further north, it dips more. さらに行くとさらに角度がついていきます。 And when you're over the magnetic north, it's pointing straight down. そして北極圏に行くと真下に向かって磁力線が流れるんです。 Now, amazingly, a bird can sense this. その磁力線の流れをこの鳥は感知することができます。 So it can sense its latitude. ということは、鳥は自分がいる緯度を知ることができるんですね。北緯何度とか。 Now, you need to really put your thinking caps on. 本当に考えていただきたいんですけれども、 So, how does a bird know its longitude? では、統計とか整形とかそれはどうやって知るんでしょうか。 How does it know east-west? 東と西のどこに地球上のどこにいるかどうやってわかるでしょうか。 Because the dip in Tokyo is very similar to the dip in London. 例えば東京にいる地点と、ロンドンでは北緯はそんなに変わりません。 And the dip in New York. あるいはニューヨークもです。 So, how do we know where we are west-east? でもその北緯だけではなくて統計何度かっていうのをどうやってわかるんでしょうか。 Now, this is really clever. これは非常に興味深いことがあります。 The birds sense the connection between magnetic north and true north. 鳥は地磁気の北とそれから自転軸の北を両方とも、感知することができるんです。 The next one. They sense this angle, which is called declination. こ There'll の be a test afterwards, and Minoru will mark it. この後テストしますけれども水色の角度ですね、これをデクラネーションというふうに呼びます。 Actually, he can do this talk for me. He's done it so many times. 私は何回も勉強しているはずだから私がSo he would pass the exam with 100%. Okay, go ahead. So I need my tea and you need yours. So let's finish on this point. はい、ちょっと冗談言いましたけど飛ばして。So look, this is geographic north, right? これが地理的な北です。That is the true, the focus of the spinning of the earth, これ right? は地球の自転軸の proper 北になります。 right? But magnetic north is shifted from true north. Are you し with か me? し地磁気の北は自転軸と全く同じではなくて少しずれてるんです。 So the bird doesn't just sense, supposing it's in Tokyo, right? もし鳥が東京にいたと考えてみてくださ So い。 it senses not only the dip of the compass, but it senses the direction. It knows that's magnetic north, but it also knows
it also knows that true north is over here. 地磁気の角度が分かっていて、それと本当の北がどっちの方向を向いているかっていうのが分かっていて、その2つの差異によって自分が地球上の統計、星系どこにいるかっていうのを理解するんです。And that angle, declination, changes from Tokyo to London to New York. その角度が東京とかロンドンとかニューヨークでは違ってくるんです。Because if I go back to the previous graph, 前のグラフに戻ると、then true north is there, okay? But as you go around the globe, 地球の時点によっての本当の北はちょっとこちら側ですね。the angle that you make between true north and magnetic north will change depending where you are on the globe. この地球の自転軸の北と地軸の北は自分が地球上のどこにいるかによって違う角度になります。It's actually quite complicated, but there are 3 angles that the bird knows. That's the point. これは非常に、複雑なことですけれども、少なくとも3つの角度を鳥たちは知っていて、自分が地球上のどこにいるか分かるんです。Now, did the bird evolve doing complex geometrical calculations? 鳥たちは複雑な地学的な研究、計算をして進化してきたんでしょうか。Which would cause most pilots to fail their exams. ほとんどの、Pilots of aircraft. Most pilots, aircraft pilots wouldn't know how to calculate this. 飛行機のパイロットでさえこの複雑な計算をどうやっていいのか分かりません。Because all they do today is just use GPS and just computers working it all out in the cockpit. 今日は彼の代わりに GPS が全部計算して自分がどこにいるかを示してくれます。But aircraft which were flying way back in the 1940s, 1950s, pilots knew how to calculate where they were due to angles like this. しかし1940年代、50年代のパイロットはこの2つの角度を計算することによって地球上のどこら辺に自分がいるかっていうのを計算することができました。It's not easy being a navigator. ナビゲーターになるのは非常にどこにいるかをちゃんと把握する人になるためには大変なことです。Forget satellites, which make it easy today. If you don't have any satellites, GPS satellites, it's jolly difficult to work out where you are on the world. 今日は人工衛星が GPS を飛ばすので、自分がどこにいるのか分かりますけれども、人工衛星がないと考えてみてください。Okay, the works of the Lord are great, sought out of all them that have pleasure therein. Do you agree? 先ほど、読んだように、主の御業は偉大で、それを本当に喜ぶ者には素晴らしいものであるということですね。Two more slides. Here's one. This is the migration of the butterfly that I mentioned. It's gone from me. The monarch butterfly. はい、今度はオオカバマダラの渡りについて話します。Monarch butterflies migrate, and the other one that I wanted to mention. オオカバマダラの他にももう一つお話ししたいですけれども。And I love saying this, particularly to an American audience. This butterfly does better than even the monarch. この蝶は、オオカバマダラよりもすごいことをします。This is the painted lady butterfly. これはヒメアカタテハという蝶です。The Americans think that the monarch butterfly is the one that's got the prize. Actually, it's this one which has the prize. 多くのアメリカ人はオオカバマダラがもう最高の渡り蝶だと考えていますけれども、実際はこの鳥です。Next one. Because these fly 15,000 kilometers. なぜならヒメアカタテハは往復15,000キロを飛ぶんです。Right across the Sahara. しかもサハラ砂漠を飛び越えます。横断します。And it involves up to 6 generations of these butterflies. しかもこの蝶は6世代飛び続けてたどり着くんです。Over one round trip. 1往復するのにですね。
I think you'll agree with me 皆さん、この蝶の凄さがわかると思います。 that migration is phenomenal. 渡りっていうのはすごいものです。 In Job chapter 12 verse 7, ヨハネの12章7節にこうあります。 it says, Ask now the beasts, and they shall teach you. ヨブ記の12章7節ですけれども、しかし獣に尋ねてみよ、それがあなたに教えるだろう。 And the fowls, the birds of the air, they shall tell thee. 空の鳥に尋ねてみよ、それがあなたに告げるだろう。 And the one that really I love to quote is this one. That one. もう一つです。 The works of the Lord are great, sought out of all them that have pleasure therein. 本当に私が強調したいのはこの詩編の111編の2節で、主の御業は偉大で、御業を喜ぶすべての人々に尋ね求められる。 May the Lord bless you as we glorify him in our scientific endeavors. 主の祝福が皆さんの上にありますように、この科学的なさまざまなことを通して主のすごさが私たちに分かるっていうのは素晴らしいことだと思います。 Thank you to Minoru for translating. 通訳のミノルに感謝します。 And thank you to Pastor Takahashi 高橋 and 先生に all 感 of 謝 you しま here. す。また皆さんここに来てくださってありがとうございます。 Thank you. はい、ありがとうございました。ではありがとうございます。それでは質疑応答の時間を持ちます。ただいまのお話にですね、質問したい方いらっしゃいましたら、どうぞ挙手をお願いいたします。いかがでしょうか。感想でも構いませんが、いかがですか。はい。とても今日のお話面白かったです。ありがとうございました。普段から思っていることなんですけれども、広瀬川にもよく白鳥が、これから11月12月になると来るんですけれども、本当に白鳥たちは毎年同じ白鳥なのかなとか、よく、飛んでくるね、遠くどこから飛んでシベリアですかから飛んできますけども。世代交代している白鳥でしょうか。同じ鳥が翌年も来るってことがあるのでしょうか。寿命にも関係あるとは思うのですけれども、そこのところいかがなものでしょうか。Okay. Right. Thank you for your question. 質問ありがとうございます。I don't know the exact nature of swan migration in Japan, but I know some swans do migrate. 白鳥の渡りのことは私は詳しくないです。特に日本でどういうふうな生態かということですね。So I can't immediately answer that question without digging into the asking some ornithologist here who will tell us. ですから日本の鳥類学者に聞かないとこの日本のことは残念ながらお答えできません。Sorry. すみません。今の質問はおそらくどうやって同じ鳥が必ず来てるかどうかっていうことをそういうことでしたね。はいはい。わかりました。なんか。So if it is the same swan or next generation C1 Exactly. One would have to ring the bird and put a ring on it 足環をつ and け track て it. それで追跡をするんですけれども、おそらく日本の鳥類学者はそれをしてるんじゃないかと思いますね。それによって同じものかあるいは世代交代しているのかが分かると思います。And they put little GPS
で今 things は足換に on the birds. GPS をつけて実際にどこに飛んでってどこに戻ってくるかも追跡しています。It may well be a migrating one. We just don't know. もしかしたら同じのが戻ってきているかもしれません。蝶々ですね。はい。The sixth generation, the butterfly Yes. flew, and one of them gradually dead by dead. On the Yeah, way. that's what happens. For butterflies, they will actually take, for monarchs, 4 generations to get to their homing grounds overwintering grounds, and then 1 generation will come back, and then they'll take 4 generations to go back again. 1世代で南に飛んで、またそれで4世代か5世代ですかね、それをかけて北に戻るそうです。So it's absolutely amazing because they're passing on the information to the next generation to keep going. で途中で死にながら次々世代を超えて渡っていくんです。すごいことだと思いますね。はい、okay, thank you. Thank you. その他いかがでしょうか。May I ask you English? Yes. Asking about airplane 飛行機についてです。and the bird. I'm not quite. I know you're speaking English, but I can't quite hear you. Yeah. Okay. When the airplane was made by When the airplane was made, yeah. Wright brothers? Wright brothers. The Wright brothers, yes. Did they know how to fly? Did they know how to fly? Yeah. Thank you, sir. But relation between airplane and Yes. I can answer that. Yes. a bird must take a Yeah. flight. Yeah. And the airplane, 鳥は羽ばたきますけど飛行機はまっすぐ飛ぶっていうこと。 Yeah. straight to Yes. and go up. You're quite right. The Wright brothers did not immediately know how to make their aircraft. ライト兄弟たちは直ちにその飛行機がすいません。ライト兄弟たちはすぐに飛行機がどう飛べばいいかって分かったわけではありません。But Wilbur could see that the birds were changing their camber of the wings. The camber, the bent nature of the wings. しかしウィルバー・ライトはその翼が上にこんな形ですね、こんな形をしているのをよく観察しました。You are quite right, of course, the birds are flapping their wings, and they did not copy that. 蝶は羽ばたくわけですけれども、ライト兄弟はそれは真似しませんでしたけ So れ he ども。 knew that he'd have to get some way of getting up into the air しかしライト兄弟 without は flapping. 鳥から学んだのはその翼の形をこんな形にすることですね。But what he was copying with what Wilbur was copying of the wings of birds was the mechanism by which they controlled their flight, which was warping the wing, causing the wing to change shape. 鳥が飛ぶときにこの翼の角度ですね、これを変化させて飛んでるのを研究しました。 Look, instead of it being like that under normal conditions, he could see that the bird was bending the wing. これ翼の断面図って言ったらいいでしょうかね。こんな感じで見てるとしたら翼が飛ぶときにこの角度を変えているっていうことですね。 And この全体の。 And if you bend the wing differently on the right to the left, then it will cause the bird to turn. でこの角度を右の翼と左の翼で変えると
曲がっていきます。It will roll. Okay? あ It そ will あるい roll. は Okay? 回転するわけですね。 So he also noticed that the bird's tail また彼は鳥の尾翼を研究しました。 was important. Yeah, the tail. And if you look at the black kites that you have here, 例えばトンビを皆さん見ることができると思い you ま can すけれども see, Joshua and I were talking about this. You can see that the black kites twist their tails. トンビは尾翼を、尾羽をこう回転させたりしながら Yeah. 方向を変えています。 And he knew that he needed the equivalent of a bird tail. ですからライト兄弟はその尾翼も形を変える必要があると思ってい But ます。 instead of having it at the back, they had their second surface at the front on the right flyer. They had the big wings and then a smaller one at the front doing this. ライト兄弟は後ろにその方向曲がる翼を置く代わりに前に置きました。 And that's how the right flyer worked. そのようにしてこの最初の飛行機は飛べたんです。 So it was a very clever design by Wilbur Wright. これは非常にその賢いデザインですね。 So this bit isn't at the back, it's actually at the front. You can see it's there. この小さい方の翼は実は前です。 So that is an interesting point. It doesn't really matter as long as you balance the craft. バランスが取れていれば前だろうと後ろだろうとそれは関係ないということです。 So Wilbur Wright was a clever guy. ウィルバー・ライトは非常に賢い人でした。 I'm sure he made good bicycles, but he's known not for the bicycles, but for the aircraft. 彼は自転車を作ることをよく知っていましたけれども、ただ自転車だけではこれを作れなかったわけですね。 So there's a lovely book on, I forget now who wrote it. It'll come back to me. But there's an author who's written all sorts of books about great Americans. And it includes a biography of the Wright brothers. It's well worth reading. 誰が書いたかを今忘れてしまいましたけれども、アメリカの偉大な発明者たちという本があって、その中にライト兄弟の本一項があります。それは非常に面白いものでした。I couldn't put the book down. It was just marvelously written. それは本当にとてもよく書けていました。 There we go. はい。あといかがでしょうか。God bless you all. Oh, another question. I can't leave. Yeah, that's right. 西丹教会の伊藤と申します。今日はありがとうございました。ちょっと大反橋市議っていう鳥のことですけども、6日間で12000キロを飛ぶっていうふうに書いてて、体長1メートルぐらいでね、ちょっと他の渡り鳥もですけれども、このぐらいのね、すごい距離を飛ぶのは分かったんですけど、寝たり休んだりとかはしないんでしょうか。The bar-tailed godwit, yeah. Doesn't it sleep on the way? It's Or stay on the land? no, it doesn't go. There is no land. It's going across the Pacific. 大反橋市議は太平洋上を飛ぶので止まることができないんです。 Birds have the ability to turn half their brain off. 鳥は不思議なことに半分の脳を休ませるっていうことができるんですね。And then switch it over and put the other bit to sleep. で交代に半分だけ眠ってっていう。I can't do that. 私にはできません。So birds have this incredible ability. Swifts are doing it all the time. アマツバメは常にそれをしています。Because they can be as much as 11 months on the wing. なぜなら11ヶ月飛び続けるわけですね。And as I said, young ones can sometimes be 3 or 4 years before they roost. そしてアマツバメの若鳥は3、4年か4年間
巣作りをしないので、その間ずっと飛び続けているわけです。Yeah, they are amazing what goes on with birds. 本当に興味深い鳥たちです。As you can tell, I have bird feeders in my garden, and I love looking at the small birds as well as the large birds, because every one of them, God says He knows the sparrows, and He knows each one, and He knows when they die. 私の家には鳥の餌場があるんですけれども、そこに鳥が飛んできますけれども、そういう鳥たちもですけれども、聖書の中で一羽のスズメさえ主の許しなくて地に落ちることはないっていうことを思い起こさせられます。And we are of more value than the sparrows. That was what that passage says. 私たちはその一羽のスズメよりも価値がある、そう聖書は言っています。いかがでしょうか。About the flying program. I'm gonna listen to you carefully. First is map. You said first is First map, yeah. No, second is compass. Compass, And direction. The third is how far. How far? So And you the need to fourth know. is, Yeah, yeah. Distance. May I understand the fifth is Well, the fifth, programming. no, the fourth one was fuel. How much fuel do I need? And the fifth one, I would say, You say programming or you say well, the programming. fifth one was Input yeah. our No, brains or let me say, the fifth one is the amazing fact that young ones are not taught it by their parents. So it is ingrained in them. So it's a wonder, if you like. The fifth point is a wonder. 5つ目はどれが不思議な点かっていうと、はい、5つ目は何が不思議な点かっていうと、若鳥が何も学ばないで飛んでいくことなんだっていうことはマッキントッシュ先生が言ったんですけれども、それを兄弟はそれが主にもうインプットされてるんだっていうことを、それを今お話そうじゃないかっていうことを言ったんですね。私的にはどちらも同じことを正しい形で言っているかなと思いました。Yes, it's been put there by God. Well, they can't understand what we're talking about, Yeah, but they just do it intuitively. He meant that the fifth point is God's stimulation about the programming. He can get that way, can he? Yeah. Of course, you said about the young birds. Yeah, I was just making a fifth point of the fact that the young ones get there on their own. And so in other words, that it has to be ingrained in them, which is implying, yes, that God has put it there. そう若鳥が自分だけで飛べるっていうことを言い換えるならば、主がそのプログラムを入れておいたっていうことで同じことを言えると思います。Thank you. ではよろしいでしょうか。はい。ではありがとうございました。それでは、感謝のお祈りを当教会の高橋健牧師にお願いいたします。はい、お祈りします。作り主なる神様、あなたの名前を賛美します。今日アンディ・マッキントッシュ先生をお迎えして、このようにセミナーを受けることができました。ありがとうございます。本当にあなたの素晴らしい創造の御業に
感動することができました。ありがとうございます。またこの喜びを私たちは周りの人にもお伝えしたいと思っています。どうぞ、今日明日のこのセミナーをあなたが豊かに祝福してくださいますようにお願いいたします。すべてを感謝してイエス・キリストの名前によってお祈りします。アーメン。はい、それでは以上をもちまして第1回の講演の方を終了いたします。皆さんの方に受付でですね、お渡しされているかと思いますけれども、こちらの方ですね、お名前を記入する用紙があったかと思います。こちらの方はコロナウイルス感染対策のためですね、もしも連絡が必要な際にはこちらの方を利用させていただきますので、こちらの方の記名のご協力もお願いいたします。また今回の講演の感想などもお書きいただければというふうに思っております。こちらの用紙ありますので、ご自由にお書きいただいてですね、先ほどのお名前を記入する用紙とともに、隣の部屋の街道にボックスがありますので、そちらの方に入れていただけると感謝です。